in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、内装またやっていこうと思うんですが、今日もねまた優れない天気で、もうずっとね雨か曇りなんですよね。まあ旅の間ねあんまり降らなくてよかったんですけど、帰ってきてからずっとこんな感じ。そしてね100ボルトの方はねまだ太陽パネルが結構大容量でついてるんですけど、100ボルトって48ボルトシステムの方ね。ところが12ボルトシステムの方はパネルが150ワットしかなくて、走行充電は結構すぐ充電できるんですけど、旅から帰ってきてから全然走ってないんですよね。そうするとですね、バッテリーの方が今日ももう 30% ぐらいになってまして、まだね天気が悪いのが続きそうなのでコンセントから充電しておりますね。48ボルトシステムの方は曇っててもまあこんな感じなんですよ。ずっと使ってるのが冷蔵庫と給湯器だけなので、しかも開け閉めしないですから、それにお湯も使ってないんで、もうほぼほぼ電気食わない感じなんですけど、12ボルトの方は止まってる間もですね、ドライブレコーダーとか電気食うんですよね一応ね。なのでドライブレコーダーずっとね駐車中も録画してるので、その分ね結構食いますよね。まあ普通にね旅しててちょっと走ったりとかすればすぐ電力は回復するんで、乗ってる時はいいんですけど、ずーっと駐車してる時にずーっと曇ってるとねこんな状態になりますね。初めてですね。まあ今まで制作中の中でも結構長い間ずっと止めてたんですけど、こんなにね曇り雨が続くことって今までなかったので、全然バッテリーね外部充電で充電することってなかったんですけど、今回初めて外部充電で充電しております。一応ね外部充電のコンセント挿すやつとかねボディにつけるやつ買ってあるので、またねその辺もつけておきたいなと思っております。まああんまり使うことはないでしょうけどね、今回は直接バスバーのところにね充電器つないで充電してます。充電はね今のところこのバスバーね、ここ12ボルト、ここ24ボルト、ここ48ボルトなんですけど、このバスバーに直接つないでやってます。それで48ボルトの方はここに入れなくても、これねここコンセント出してるんですけど、これにつなげば一応1500ワットで充電することができます。こいつがねもう充電器込みなのでこれで充電することができます。でもまあね48ボルト系の方はもうソーラーパネルが大きいのでね大丈夫でしょう。今回はねこの12ボルトだけちょっと充電します。はい、そして今日はですねこの床なり、ここね床なりするんですよ。ここね床張ってからちょっと床なりがするんで、ここ隙間を作ってたんですね。ところが車がね気温の変化で短くなったのか床の板が伸びたのかわかんないですが、また隙間が詰まっちゃってね、ここ床なりがするんで、ここちょっと削ってね床なりを抑えたいと思います。あんまりね床なりすると気持ち悪いんで、他あんまりね床なりするとこないんですけどね、ここだけね床になるんですよ。はい、そしたら加工の方やっていきたいと思います。
これが板の深さね。そしてこっちの壁ね、削らないように。ちょっとここペンキが剥がれましたね。はい、これで床なりがなくなりました。あ、ここもちょっとなるかな。削っとかなあかんかな。はい、一応ね、床なりの方は収まりましたね。大丈夫ですね。じゃあちょっとペンキが剥げたところなんとかせなあかんね。塗っとかんとかっこ悪いね。汚れたとことかペンキが剥げちゃったとこね、塗っときます。こうツルツルに塗るのはまた難しいんですけど、こんな感じかな。こっちもやね。こっちもちょっとよいしょ。はい、 OK かな。はい、そしたらね、これペンキが乾く前にこれを剥ぐっとき、手についてた。これね、床なりをこれ直しました。で、ここね、隙間もう一回切り直して、床なりはとりあえずね止まりました。見てください、この今日の晴れ、雲一つない青空です。こんな日を待っていました。いやー、気持ちがいいですよね。今日はですね、久しぶりに青空です。戻ってますね。 80% まで戻ってます。こっちはね、ちょっと太陽光パネルがバッテリーに対してちっちゃいので戻りが悪いです。こっちはね、かなり太陽光パネルの方がパワーがあるんで結構早く戻りますね。で、逆で走行充電はこっちの方が早くて、こっちがちょっと遅いという形になってます。でも久しぶりに晴れてよかったですね。何週間ぶり、3週間ぶりぐらいのまともな晴れ。そしてちょっと今日はね、作業できそうだったんで頑張って早く帰ってきました。はい、ここね、雨音が大変うるさいと。ここで寝てる時に普通のパラパラの雨だったらそんなに気にならなかったんですけど、豪雨というか大雨が降るとね、バチ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 って音がするんでね、いや、すごくうるさくてね、なんとかしないといけないなということで、ここに蓋を振ろうと思ってました。で、今日はね、晴れて外で作業できそうなんで、それもやっていきたいと思います。
まず蓋の母体になる部分、これです。スタイロフォーム、これでね作っていきたいと思います。またね材料が全部来てない。もうなんかね肝心なやつだけがいつも遅いんですよね。まず40センチ、はい、40センチ角2枚、40センチ角に切ったのに若干大きさが違いますね。前かで次ははい34センチ、そしてこれ角の R がどれぐらいなのかちょっと測ってきますね。はい、これでねちょっと一遍試してみましょうか。こんな感じやね。でここれが当たっちゃうんですよね。はい、そしたらここの分をちょっとね高さを加工しましょう。ここねちょっと印をこんな感じ。Enjoy the view from the pane. Pouring coffee, even the pump sound I'll entertain. Sometimes I make mistakes, but they become my game. Ahead of improvements, the greatest comfort I'll attain. At the roadside station and stylish RV parks nearby. That's nice, but mine's the best, I'll proudly sigh. Dreaming of a day when I can truly boast and gleam. Today I keep on driving. 溶けますね。OK。はい、そしたらもう一個ね加工していきます。もうちょっとあれですよね、斜めにカットした方が良さそう。
Someday we'll travel through time and space to the そしたらこれ that knows no bar. My camper van always with me through thick and thin. Let's have the best journeys again and again. そしたらこのね革風のシールを貼っていきたいと思います。こんなもんかな。ここの角っこをどうすりゃええかな。To glow, the roof comes our private planetarium show. You smile and tell me this is amazing. That's the fuel that keeps my engine racing. こんな感じでどうでしょうか。角っこ難しいっすよね。Completely, we might feel a little sad, honestly. So I guess this journey never really ends. Always another twist around the bend. What shall we add to it tomorrow? Latest specs are super cool, but old school tricks can also rule. Mix this and that, just you and me, crafting our unique reality. Yeah, no need for finish lines right now. Let's just keep rolling anyhow. Updating it day by day, our secret base, our hideaway. Turn the key and hear the engine start. Open the windows, listen to your heart. Turning a fresh, clean page today. Come on now, let's get away. Our big update has just begun. Chasing the endless sun.そしたらこれ表と裏を接着剤で貼っていきましょうか。
発泡スチロールに使える接着剤。これがハンドルのところに来るんで、マジックテープ、これやったら粘着が強すぎるかな。ちょっと幅広いな。これ半分にするか。そしてこっちをギザギザ側にしましょうか。向こうをギザギザにしたら髪の毛とか頭当たった時に引っかかるんで、こっちをギザギザ側してこのテープを剥ぐっといてマックスファンに貼り付けます。ここはなんか接着剤入れといた方が良かったかな。じゃあこれでこれね持ってきました。よいしょ。こんな感じでどうでしょう。あ始まったばかりさ。次のアイデア出し合おうよ。最新のパーツもいいけど昨日の技もいいじゃない。あれとこれ組み合わせて世界に一つの夢作ろう。ゴールなんてとりあえず決めないでどこまでも行こうよ。毎日アップデートしていく僕らのシークレットベース。ドライバーを落としちゃったり同じネジをまた買っちゃったり、ちょっとくらいの失敗はご愛嬌ってことにして電気が跳ねた人生。今じゃ僕らのデザインコード思い出が増えていくね。もしもいつか完成したら少しだけ寂しいかもね。だからきっとこの旅はずっとずっと続いてくんだ。明日は何をプラスしよう。最新のパーツもいいけど昨日の技もいいじゃない。あれとこれ組み合わせて世界に一つの夢作ろう。ゴールなんて永遠に決めないでどこまでも行こうよ。今日もアップデートしていく僕らのシークレットベース。
始まったばかりさ。はい、これね、もう接着剤も乾いたんでつけたいと思います。ここね、ここがここに当たる部分です。入らへん？これなら大丈夫よね。もう一個の方、こっちでも OK ね。こっちの方がええかな。若干ここの4方向にマジックテープつけた方がええのかな。まあちょっとやってみましょう。はい、こっちもね。いい感じですね。これで雨音がどれぐらい軽減されるかね、ちょっと雨の日に試してみたいと思います。これだったらね、万が一落ちてきても痛くないので、はい、どうでしょうか。雨音低減の蓋、マックスファンの蓋完成です。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。